日はクリスマスの定番、ブッシュドノエルを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はクリスマスにぴったりなブッシュドノエルを作りたいと思います。今回はですね、もうすぐクリスマスということで、クリスマスの定番のブッシュドノエルのケーキを作っていきたいと思います。一見すごく難しそうに見えるんですけれども、それぞれの手順としてはそこまで難しい工程はないので、ぜひコツをつかんでいただけたらと思います。デコレーションのやり方も一緒にご紹介しているので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにスポンジ生地の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、薄力粉、お砂糖、ココアパウダー、牛乳、無塩バターです。こちらの6つの材料でスポンジケーキを作っていきます。卵に関してはできるだけ常温に戻したものを使用してください。そうすると時間を短縮することができます。そしてチョコレートクリームの材料はこちらです。生クリーム、チョコレート、お砂糖、こちらの3つの材料で作っていきます。生クリームは乳脂肪分が 35% のものが扱いやすいかなと思います。でチョコレートは今回はビターチョコレートを使います。板チョコでいうとブラックチョコレートを使っていただくとちょうどいいかなと思います。今回ビターチョコレートを使うのでお砂糖を少し入れます。これはお好みで OK です。そして今回は 27cm×27cm の天板を使っていきます。ここにクッキングシートまたはオーブンシートをこんな感じでね、正方形に切っていただいて、四つ角にこのように切れ込みを入れます。だいたい 2、3cm ぐらいですね。これをこのようにね、ピタッと型にはめ込んでおきましょう。こちらは生地を作る前にあらかじめ準備しておいてください。クッキングシートとかオーブンシートがこの時に浮いてしまうなっていう時は、薄くね、この天板のところにサラダ油を敷いていただくとピタッと貼り付きます。もしね、浮いてしまう場合はサラダ油を塗ってみてください。それではまずですね、下準備としてこちらの薄力粉とココアパウダーですね、この2つを一緒にふるっておきます。じゃあまずね、薄力粉、ココアパウダー、そしてふるいましょう。で粉類をあらかじめこのように準備しておいてください。続いて耐熱の器にバターとあとは牛乳を入れます。こちらをですね、電子レンジ 600W で40秒加熱します。40秒加熱しました。そしたら一度よく混ぜてバターをね、しっかりと溶かしてください。はい。で、綺麗にバターが溶ければ OK です。でね、今結構ね、このバターと牛乳が熱い状態です。で、このまま生地の中に入れてしまうと泡が潰れやすかったりとか、あと馴染みにくくなるので、人肌程度ぐらいになるように一番初めに温めて使うまでそのままにしておきます。はい。では続いて卵を泡立てていきます。このタイミングでオーブンを180度に予熱し始めてください。で、そしたらですね、卵をボウルに割り入れます。こんな感じです。今回ハンドミキサーで泡立てていくので、まずハンドミキサーで卵を軽く溶きほぐします。まだね、スイッチ入れてない状態です。はい、こんな感じでね、軽く溶きほぐせば OK です。そしたらここにお砂糖を加えます。全部一度に入れちゃって OK です。で、これをまずね、15秒ぐらいかな、軽く混ぜます。はい、こんな感じでお砂糖の姿がなくなったぐらいになったら、今度はね、この卵を湯煎に当てながら泡立てていきます。友立てといって全卵で泡立てるので、このままだとちょっと泡立ちにくいです。湯煎に当てるとね、とても泡立ちが良くなるので、これから湯煎に当てていきます。この時に卵が冷たいと湯煎に当てても卵がなかなか温まらないので、できるだけ卵は常温のものを使用するようにしてください。ではね、別のボウルにだいたい60度から70度ぐらいのお湯を張っていただいて、ここにボウルを置きます。それでは高速で3分ほど泡立てます。はい、今3分泡立てました。どのくらいの泡立ちかというと、羽をこうやって持ち上げてスーッと垂らした時にこんな感じで立体的に線が残るぐらいですね。このぐらいふわっとした感じになるまで泡立ててください。ここまで泡立てたら湯煎から外します。今ちょっと見ていただくと分かると思うんですが、結構ね、大きい泡が残った状態です。これをきめ細やかな生地にしていきたいので、最後低速で2分泡立てます。はい、今2分経ちました。そうするとこのようにツヤも出て、とても綺麗な生地に仕上がります。ここにふるっておいた薄力粉とココアパウダーをもう一度ね、ふるいながら加えます。2回ふるっていただくことで、とても生地と粉が混ざりやすくなります。
今度はですねゴムベラを使ってふわっと下から持ち上げてくるっとゴムベラで返すように混ぜていきます。でこの時ねボウルをこう回しながらゴムベラで混ぜていくと混ぜやすいと思います。しっかりね卵の方を泡立てていただくとそこまで生地がだれたりしないので、小麦粉のダマが残らないように混ぜるようにしてください。でこのように粉っぽさがなくなれば OK です。こんな感じ。ちょっとねまだココアパウダーのつぶつぶが気になるんですけれども、今の段階はこのぐらいで大丈夫です。はい、でそしたらこちらですね、牛乳とバターですね、こちらをもう一度よく混ぜます。ちょっと冷めすぎちゃったなっていう時は少し温めてください。でオーブン使ってると思うので、そういう時はこの泡立てで使った湯煎に当ててお水が入らないようにだけ気をつけていただいて、ちょっと温めます。でそしたらですね、この牛乳とバターの方にこちらの生地をね少し入れます。軽く混ぜて一度生地とバターと牛乳をなじませてから生地の方に戻し入れます。はい、こんな感じですね。これを生地の中に入れましょう。この油分と水分を入れると泡が潰れやすいので、ここからは素早く混ぜるようにしてください。このように生地が混ざれば OK です。それではこちら用意しておいた型の中に生地を流し入れます。そしたらですね、この角にも生地を流し入れたいので、こういったスケッパーとか、あとはゴムベラでも OK です。角にまでねこんな感じで敷き詰めていきます。でしっかりね四つ角に敷き詰めました。そうしましたら少し高いところから 2,3 回落とします。あとはちょっと上下に揺らします。そうすると表面が平らになります。でこうやって上から落とすと中のね大きな気泡を取り除くことができます。それではこちらを180度に予熱したオーブンで10分から12分ほど焼いていきます。はい、綺麗に焼き上がりました。そしたら少し高いところから一度落とします。そうすると熱い蒸気が一気に抜けてこれ以上しぼまなくなります。なので取り出したらねやけどしないようにすぐ落としてください。こういったねケーキクーラーを用意していただいて型から取り出します。この時もやけどしないようにね注意してください。ペローっと一度ね剥がしていただいて、生地がねきちんとこんな感じでね焼けてれば OK です。乾燥しないようにラップをかけます。ふわっとかけましょう。そしたらこのまま一度粗熱を取ります。ではスポンジケーキを冷ましている間にチョコレートクリームを作っていきます。まずチョコレートを細かく刻みましょう。はい、チョコレートはこのように細かく刻んでください。細かく刻んだらボウルの中に入れましょう。そうしましたら60度前後のお湯を用意していただいて、その上に先ほどのボウルを置いてチョコレートをね湯煎で溶かしましょう。このように綺麗にチョコレートが溶ければ OK です。続いて生クリームを泡立てます。まずボウルをね氷水に当てて、このボウルの中に生クリームを入れます。生クリームを泡立てる時は必ずね氷水に当てながら泡立てるようにしてください。そしてここにお砂糖です。これをですねまず柔らかい角が立つぐらいまで泡立てます。はい、今このぐらいです。柔らかい角が気持ち立つぐらいですね。このぐらいまで泡立てます。でそしたらですね、この中に一度生クリームを入れます。大さじ3杯ぐらいかな。この生クリームとチョコレートをまず混ぜましょう。でこのようにふわーっとした状態になります。こちらの生クリームの方にチョコレートを入れます。よいしょ。ではこの状態で8分立てぐらいになるまで泡立てます。はい、でこのようにチューンと角が立つぐらいですね。このぐらいまで泡立てれば OK です。ロールケーキの中に挟むクリームはちょっと固めの方がいいので、ここから半分ぐらいだけさらに泡立てます。はい、こんな感じ。このようにこのハンドミキサーの羽にボテッとね生クリームがまとわりつくぐらいまで半分だけね混ぜるようにしてください。こうやって見るとわかるかな。こんな感じ。これで生クリームの準備は完了です。それではスポンジケーキも冷めたので、端っこのオーブンシートをまず剥がします。でそしたらですねクッキングシートを乗せて裏返します。よいしょ。はい、そしてオーブンシートを剥がします。
ーっと。はい、こんな感じで綺麗に仕上がってますね。底だった部分が表面になるので、これをまたね裏返します。クッキングシートかぶせて裏返します。よいしょ。はい、こんな感じにします。そしたらですね、奥側ですね、巻き終わりの部分をちょっとね斜めにカットします。そうすると巻き納めが良くなります。このね巻き終わり部分をこう斜めにカットしていきます。はい、こんな感じで斜めにカットしてください。この切った方を自分じゃなくて奥側に持ってきて、一度ね生クリームをまだ塗らない状態で巻き癖を作ります。そうするとね巻きやすくなります。一回ねこうやってくるくるくるーっと軽くで大丈夫です。巻き癖をつけます。でこの時にスポンジが乾燥してるとスポンジ割れちゃうので、冷ます時は絶対乾燥させないようにしてください。でそしたらまた戻します。この表面に生クリームを塗っていきます。先ほどね作った生クリーム、ちょっと固めにした方ですね、これを塗ります。はい、こんな感じで塗りました。でポイントはですね、この巻き終わりの部分は少しねクリーム薄くしてください。ピーッとね、このぐらいちょっとね1段階少なくねしてください。こんな感じでは、あとは巻いていきたいと思います。まずねこのちょっと余ってる部分をちょっと内側に折ります。ギリギリまでねクッキングシートを短くしていただいて、まずこの芯の部分を作ります。ちょっと持ち上げていただいて、クーッと U の字になるように折ります。で均一にね押さえていただいたら、こっち側のクッキングシートを持ってくるーっと押します。くるーっとね優しく押してください。でそのままくる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 ーっと巻き終わり部分まで押していきます。横から見るとこうやって巻き終わったかどうかわかるので、ここまでしっかりと巻き終われば OK です。しっかり巻き終わったことを確認したらペロッと剥がします。で今ねちょっとギリギリのところに来ているので、コロコロコロっと転がしてずらします。ここまでずらしたらもう一度くるくるくるっと巻きます。そしたら端の部分が乾燥しないようにこうやってラップをして、このまま冷蔵庫で一旦ね30分冷やします。30分経ちました。クッキングシートを剥がします。両端をね少しね1センチぐらいかな切り落とします。で切る時はナイフを少し温めていただくと綺麗な断面になります。であと一回一回ねナイフをね綺麗に拭いてください。こちらも切り落とします。はい、こんな感じで綺麗に仕上がってます。ではね切り株部分を作りたいので、大体ねこれお好みでいいんですけれども、4分の1ぐらいのところから少し斜めに切っていきます。はい、こんな感じで綺麗に切れました。斜めになってる部分を下にしていただいても、平らになってる部分を下にしていただいてもね、どちらでも OK です。私は斜めになってる方を下にしたいと思います。はい、こんな感じに乗せました。この乗せ方はね、お好みで OK です。では、あとはね、ここにクリームをトッピングしていきます。生クリームを置いていきましょう。この後、フォークでね、線をつけるので、綺麗にやんなくても大丈夫です。ざっと塗る感じで OK です。その方がね、ちょっと切り株感が出るかなっていう感じですね。乗せたところのこの隙間の部分にもね入れていきましょう。でこの切り株のところを塗るときはゴムベラにクリームをのせていただいて、ちょっとねこの上の部分気持ち押さえながらこうやって塗ると塗りやすいと思います。はい、今ねこのように全面塗りました。こんな感じでねざっくり塗る感じで OK です。そしたらフォークを用意していただいて線をつけます。こんな感じでスーッとちょっと切り株をイメージする感じですね。ここに当ててスーッと付け足したところは縦に線を入れます。でこれねクリームフォークについたら一回一回拭き取ってください。こっちのね表面にも筋を入れていきます。はい、こんな感じでいかがでしょうか。ではねこちらお皿に盛って最後盛り付けをしたいと思います。はい、今ねお皿に移し替えました。こんな感じです。移し替える時はこういったねパレットナイフを下に添えて移動させるとやりやすいと思います。では盛り付けです。今回このキノコとメリークリスマスのチョコレートを飾りたいと思います。そしてあとねこちらの飾り、これ100円ショップに売ってるやつです。はい、でトッピングね分量外ですがココアパウダーをね振りかけたいと思います。はい、ではねまずこの可愛いキノコを置きたいと思います。はい、こんな感じです。あとはこのチョコレート、よいしょ、こんな感じかな。飾り付けいかがでしょうか。こんな感じに仕上げてみました。は
い、これでブッシュドノエルの完成です。こんな感じに仕上がりました。ロールケーキもこのようにクリームたっぷりに仕上がってます。で、あとはこちら、キノコのお菓子のデコレーションと、あとはメリークリスマスって書いてあるね、これ切り株のチョコレートですね。こちら両方ね、富澤商店さんで購入しました。だいたいね、200円しないくらいかな、160円ぐらいで購入できます。こちらの飾りは100円ショップに売ってるものです。で、最後ね、トッピングでイチゴがあったので、イチゴも盛り付けました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ちょっとね、食べるのももったいないんですが、いただきます。スポンジがふわふわ。いただきます。スポンジがふわふわで、かつクリームもたっぷりですっごく美味しいです。クリームの甘さも甘すぎず苦すぎずちょうどいい甘さです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のブッシュドノエルのポイントです。スポンジケーキを作るときはまずはじめに薄力粉とココアパウダー、この2つをふるっておくようにしましょう。その後卵はですね、全卵で泡立てました。これは友立てと言うんですけれども、卵白と卵を一緒に泡立てます。友立てで泡立てることで生地がとてもふわっとした仕上がりになります。なんですけれども、全卵で泡立てるときはちょっと泡立ちにくいので、湯煎に当てながら泡立てるようにしてください。そうするととても泡立ちが良くなります。この時ね、冷蔵庫からすぐ出しの卵でもいいんですけれども、常温に戻した状態でやっていただくと時短にもなるかなと思います。そして全卵はしっかりとふわっとするまで泡立てていただいて、最後は低速できめ細やかな生地に仕上げるようにしてください。その後ね、粉類をふるって加えるんですけれども、薄力粉のダマが残らないようにふわっと混ぜるようにしてください。この時点で牛乳とバターがとても冷たくなっていったら、少しね、卵を泡立てていた時に使った湯煎に当てて少し温めてください。ちょっと温めていただくと生地との馴染みが良くなります。油分と水分を入れた後は泡が消えやすいので素早く混ぜていただけたらと思います。で、その後天板に流し込んでいただいて、生地を全体に広げたら少し高いところから 2,3 回落としてください。そうすると中の大きい気泡が潰れて、きめの細かいスポンジに焼き上がります。そして巻く時のポイントです。まず巻き終わりになる部分を斜めにカットしてください。そうすることで巻き収まりが良くなります。で、あとはね、生クリームを全体に敷いていただいて、で、巻き終わりの部分だけ少しね、クリームを削いでいただくと、巻き終わりの時にクリームが思いっきりはみ出ることなく綺麗に巻くことができます。で、巻く時が一番緊張するポイントかなと思うんですが、まずですね、芯を作ってください。イメージ的にはスポンジケーキを U の字にするイメージですね。そのぐらいちょっと優しく U の字に曲げていただいて、一度ね、全体を慣らしてから奥側のクッキングシートを持ちながら、手前のクッキングシートを前にくるくるくるーっと持ってってください。そうするとロールケーキをくるくるくるーっと自然に綺麗に巻くことができます。で、この時にね、あんまり力入れすぎちゃうとクリームがむにょっと出てしまいますので、優しく巻くようにしてください。あとはですね、もうお好みにデコレーションしていただけたらと思います。材料は手軽なもので作るのも楽しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はブッシュドノエルを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。